はい、今回はですね、ネイティブインストゥルメンツからリリースされました、このエモーティブストリングスですね。この製品に関して解説を進めていきたいと思います。まずこの製品の特徴なんですけども、映画で使われるようなですね、ストリングスフレーズなんかに非常に特化していると。簡単にですね、楽曲の中に取り入れることができるというコンセプトになっております。まずですね、サンプル楽曲の方を用意してみましたので、聴いてみてください。まず第1回目としましてはですね、ソフトの概念をしっかり見ていって、第2回目はですね、実際にこのように打ち込みを行ってみたいと思います。ソフトの立ち上げは通常の音源と同じようにインストゥルメントから行うことができます。そしてここでですね、2通りあります。以前にもですね、紹介していますと、この鍵盤ですね、コンプリートコントロールで立ち上げるか、もしくはコンタクトで立ち上げることができるというものです。特にですね、この鍵盤側、コンプリートコントロールをお使いの方はですね、キースイッチだったりとかも簡単に管理することができますので、こちらコンプリートコントロールで立ち上げることをお勧めいたします。こちらエモーティブストリングス選択してみますと、このようにですね、プリセットが多く並んでいます。これらプリセットはですね、それぞれフレーズだったりとか、楽器だったりとかが異なるんですけども、後ほどですね、ご自身の好きなようにカスタマイズすることもできますので、まずはですね、このベーシックコンビネーションというものを選んでみましょう。このように立ち上げます。するとこのような画面が開きまして、すでにですね、こうフレーズが並んでいるといった形です。今ですね、簡易表示されていますので、これをコンタクト風に見たいという方はですね、こちらのビューからですね、エディットビューを選択していただきますと、こんな感じですね。コンタクトと見た目が一緒になります。そしてこれ見ていただきますと、こちら赤部分、青部分ありますけども、これがですね、コンプリートコントロールの色と連動してくるというものになっております。で、使い方の方ですね、実は非常に簡単です。まず赤部分ですね、キースイッチでどのフレーズを使うかというものをこう決めることができます。今この部分動いてますよね。そしてこの青部分では実際に演奏したい音程を押すということになっております。一回弾いてみますと、こういった形ですね。今これ C0 が選ばさっていますので、これ C0 のフレーズが弾かれていると。例えばこれ C シャープ0にしてみますと、でもちろんコードを変えますと、それについてくるといった仕組みとなっています。あとはですね、実際に弾いた音程、そしてどういう風に演奏させたいのかをこちらで切り替えていく。こういう使い方になりますね。そしてこの概念把握していただきましたら、実際にですね、このフレーズを使っていくということになるんですけども、全てがですね、使うフレーズかというとまたちょっと違ったりしますよね。まずですね、フレーズ全体を変える方法としましては、この部分、矢印を押していきますと、どんどんですね、プリセットが切り替わってきます。そしてこういう場合もありますよね。例えば C シャープ0のフレーズは良かったと。ただですね、C0 をもう使わないから違うフレーズを割り当てておきたいということですね。これらも可能になっています。まずですね、このフレーズ部分にカーソルを持っていっていただきまして、クリックを押しますと、このようにですね、様々なフレーズから差し替えることができるという概念になっております。試しに一つやってみましょうか。例えばこれアルペジオが良かったと。そうですね、16分のアルペジオをやってみましょうか。クリックしますと、フレーズが流れます。もう一度クリックしますと、視聴が止まるということになります。このフレーズが実際に欲しい場合はダブルクリックで読み込むと、先ほどのフレーズと入れ替わる。こういう概念になっています。また全てのですね、プリセットにはですね、このスロット6から10というものがありまして、こちらまっさらになっていますので、こちらにですね、割り当てていくのも OK かと思います。割り当てますと、このようにですね、キースイッチが一つ増える状態になりまして、今ですとこの F0、ここでですね、このフレーズに変えることができます。それではもう少し呼び出し方に関して見ていきましょうか。このようにですね、フレーズがとにかく膨大に入っていますので、これ全部聞いていくだけでもかなり時間がかかってしまいます。こういった時にフレーズの絞り込みを行えるというものがですね、この上の部分ですね。今ですとこう4分の4点灯しています。ですので、ここにですね、出てきているフレーズは全部4分の4ということになります。こちらを選択しますと、このように4分の3だったりとか、8分の7のですね、変拍子が出てきます。こういった感じでですね、探しやすくしてそのフレーズを使っていくというのがですね、ポイントになるかなと思います。またですね、こちらクリックしますと消灯しまして、この場合はですね、両方出てくるという概念になっています。それでは今は4分の4で進めてみますね。そして、ハイアンサンブル、ローアンサンブル。これはもう使われる楽器ですね。今ですね、このハイアンサンブル読み込んでみますと、このブルーの部分がですね、ちょうどバイオリンの最低音になっていますね。もしローアンサンブルを選びまして読み込んでみますと、こんな感じで下がりまして C が最低音。これはチェロをですね、表しています。こういった感じでですね、どちらの楽器が欲しいのかというのをざっくり絞り込めるというものです。それでは今はですね、こちらバイオリン高い方で進めてみましょうか。これを選択して、そしてこの4つですね。これはもうフレーズを絞り込むことができるものになっておりまして、シングルピッチそのままですね、単一音程です。ちょっと聞いてみますと、はい、同じ音程が続くフレーズと
いうものになっております。そしてメロディックの場合はですね、こんな感じのですね、フレーズが収められているというものです。エモーティブちょっと飛ばしまして、アルペジオを先に行きましょう。これ聞いてみますと、はい、読み込んでみますね。ダブルクリックで読み込むと。この時ですね、例えばドミソと押すと、はい、その構成音で、この演奏が展開されるというところですね。コードと非常に相性がいいというか、で、今押している音程に関してはこの右上部分で見ることができます。例えば g マイナーを押しますと、はい、g マイナーのアルペジオ。そして G メジャーのアルペジオという感じですね。そしてここに注意点がありまして、今135ですね。例えば分かりやすく C でやってみますとドミソですよね。しっかりと C でなりますけども、これがドレソだったりとかですかね。メジャーマイナー特定できないものですね。押しても何もなりません。要はメジャーかマイナーで演奏させるということになるのがここの注意点となります。そして最後ですね、飛ばしましたこのエモーティブ戻ってきまして、このようなものが出ています。コードプラスノートというものが特徴になっています。一度読み込んでみましょうか。そうしますと、このようにグリーンのものが出現します。実際にこのライトガイドグリーンになっています。これ何ができるのかと言いますと、キーを指定することができます。今ですね、こう見ていただきますと、これ C メジャーになっていますので、C メジャーの中のですね、構成音で、フレーズを展開させることができます。これもちろんこれ同時も可能ですね。例えば C と G。なんてこともできますので、このあたり自由度が非常に高いんじゃないかなと思います。例えばですね、今この楽曲が G シャープだとしましょうか。そうした時にですね、まず G シャープのこのキーを押します。このですね、ノートがすべて G シャープのキーに対応したものになります。ですので、どこを押してもですね、楽曲に合わせた的確な音程を演奏してくれるというものになっております。もちろんこれ演奏中にも切り替えることができますので、どんどんですね、切り替えて活用していくというのもありかと思います。例えば B ですよね。これを押した時どうなるかと言いますと、このように無音になります。このようにですね、間違った鍵盤を押してもですね、音が鳴りませんので、実際ミストを防ぐことができるというところがこのエモーティブの特徴となっております。こういった感じでですね、個別にどんどんどういうフレーズがいいかというものを並べて使うと。それがこのソフトの特徴となっています。次回はですね、実際にこれらを組み合わせて演奏させてみてですね、曲を構築してみたいと思います。といった感じで今回の解説はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方はスリープリークスのロゴをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。